自動車用バッテリーですが、実際にですね、車で使えなくなったとしても、蓄電能力自体はまだあることが多いです。ですので、こういった廃棄されるバッテリーを再活用すれば、オフグリッド発電の価格を抑えられるというわけですね。実際にオフグリッド発電自体は8割程度はもうバッテリーの価格といっても過言ではないので、このバッテリーをいかに安く上げるかというふうにすると価格が抑えられたオフグリッド発電になります。ただ、適切に運用しなければやはり事故や故障の原因になりますので、この動画で適切な運用の仕方、また定期点検の方法、あとは劣化したバッテリーの見極め方、そういったものを学んでいただければと思います。まずはじめに自動車用バッテリーの構造などについて説明したいと思います。こういった構造をですね、少し知っておくと問題が起きた時の原因究明に役に立つので、少しだけ仕組みや構造を学んでおくと良いと思います。自動車用バッテリーというのは中に液体が入っています。この水のようなものは実は希硫酸です。希硫酸は服などにつくとボロボロになったり、目に入ると失明するので大変危険ですね。この中には希硫酸が入っているんだということを覚えておいてください。ここの中に少し筋が見えると思います。でこの中には薄い鉛の板がたくさん入っています。それらで、酸化還元反応を行って電気を蓄えたり放電をしたりしています。このように蓋があるのが見えると思います。蓋がないシールドのバッテリーというのもあります。こちらが密閉式の自動車用バッテリーの例です。密閉式は急速充電に不適切なので、ソーラー EV 充電システムでは利用できません。一般的にはこういった、蓋がついているものが多いです。この蓋を開けると電解液を見ることができます。5円玉で開けられるようになっています。キャップ式のものもあります。5円玉で開けると、見えますか？中に液体が入っているのが少し反射して見えると思います。で、薄い金属製の板があるのも見えると思います。はい、こういった形で中には金属製の板と硫酸が入っているというわけですね。保水を行う場合はここから、カーバッテリー用の保水液を入れます。そしてここがプラスマイナスの端子になっています。人間が触るぐらいでは感電しませんが、ここに金属のスパナや工具などを置くとショートします。必ずそういった事故が起きないように気をつけて、これから紹介する点検の方法などは行っていきます。それとプラスとマイナスでは若干このポールの大きさが違いますので、プラス用のターミナル端子、マイナス用のターミナル端子というふうに種類が分かれていることにも気をつけてください。それと、お客様にも聞かれるこの記号の意味ですね。これを簡単に説明します。40B、19L とあります。40というのがこれ性能を示す数字です。ここの数字が大きければ大きいほど、たくさん蓄電できると思ってもらって、大丈夫です。で次に B というのがこのバッテリーの側面の広さを表しています。数字が大きくなればなるほど、サイズ幅というか奥行きが大きくなるということですね。はい、で19というのはこの幅ですね。これが19センチあるという意味ですね。この数字が大きくなればなるほど長くなる、大きくなるということです。で最後に L という書いてあります。あまりオフグリッド発電には関係はないのですが、プラス側から見てこのプラス端子がどちらにあるか、これの場合は左側にありますよというふうなことを示しています。車なんかで使うときはこのプラス端子がどちらにあるかというのは結構重要なので、こういうふうに L というふうに書いてあるというわけですね。ではバッテリーの点検の仕方を解説していきたいと思います。この点検を行うことによって小さな異常であったり小さな劣化というのを見つけていくことによって性能がしっかりと発揮できる、また事故につながらない、そういったことがあります。ひいてはその分コストが抑えられるというふうになりますので、この点検の方法をしっかりと学んで日々の運用に役立ててもらえばと思います。
点検をするときはメガネ、保護用のメガネと長袖と手袋、絶縁手袋がいいですが、こういった簡単な手袋でも大丈夫です。まずはこのバッテリーの中の気流酸の液面の点検から説明していきます。この液面がこのアッパーレベル、ロアレベル、この間にあることが重要です。多すぎてもいけませんし、もちろん少なすぎてもいけません。少なすぎると、最悪爆発するような事故にもつながるので、このロアレベルは必ず守る。アッパーも上に来すぎると、ここから漏れてくることもありますので、アッパーレベル内でいくと、そういうふうに考えてやっていきましょう。このように動かせばなんとなく見えますよね。見えますけども、見えづらい時もたまにあります。そういった時はこの LED ライト、これを使ってこの液面の後ろからこんな感じですね、このようにして当ててあげると液面がより分かりますね。すごく見やすくなったと思います。分かりますね。ここが今ちょうど7割程度、半分よりちょっと上、8割程度ですかね。2番目のところはほぼちょうどいいアッパーレベルあたりまで来てますね。3番目は8割程度、4番目も7割程度かな。5番のところは8割入ってますね。こうやって見るとここが一番少ないですね。後ほどちょっと補水してみましょう。この液面の位置と、もう一つはですね、茶色く濁っていないかも確認します。透明感がありますね。もしこれが濁っている状態なら、もうそのバッテリーは使えないと思った方がいいと思います。基本的にはこのような透明感のある液をしています。開けて色を確かめてもいいかもしれません。補水作業でバッテリー液を補充してみたいと思います。ちょうど1、2、3番目なので、ここですね。この蓋を開けます。先ほどと同じように5円玉で開けます。このついているのはこれ気流酸ですので、これが肌についたり洋服についたりしたときは洗いましょう。安定した場所に置いておきます。こちらがバッテリーの補充液ですね。普通の水に見えると思いますが、これは精製された純水です。科学的に精製している水になりますね。気流酸ではありません。基本的には自然に蒸発した水分量であったり、過充電で蒸発した水分量を足すというイメージです。水道水でいいんじゃないかって思われる人もいると思うんですけども、水道水にはカルキなどが入ってますので、不純物が入るとバッテリーがさらに劣化してしまいますので、必ずこのバッテリー補充液を使ってください。Amazon なんかでも2、300円で売ってるので、そんなに高いものでもありません。こんな感じで入れます。これは水ですので、ついても特に影響はありません。バッテリー液を入れました。この部分ですね。ちょうど9割ぐらいまで来てますね。これで補水終わりです。このキャップをしっかり忘れないように閉めます。こういった作業をするときにですね、水素ガスが出ている可能性もありますので、火器が近くにある場所、あとはタバコを吸いながらこういった作業を絶対にしないでください。この鉛バッテリーが爆発します。ここにも火器厳禁と書いてありますね。次はこのバッテリーターミナルの点検ですね。点検を行う前にショートさせないということを確実に頭に入れて作業するようにしましょう。この部分を金属でつなぐと火花が出て事故の原因になります。こういったスパナなんかを使う場合は結構危険ですね。怖いですね。工具自体が絶縁物で覆われているものを使う。もしくは絶縁テープを巻くという方法があります。こういう風にして巻いて、金属部分を必ず露出させないようにしてあげれば、もし万が一当たったとしても安心ですね。絶縁されているので電気は通りません。他にも布を片側にかぶせてから片側の作業をするという風にすれば、万が一金属が当たったとしても安心ですね。
両方の端子に金属をつなげないような、工夫をしながら作業を進めていきます。では、見るポイントですね。こういうふうにゆるゆるですが、この状態はダメです。そういった時にはここを締めます。やってみますね。こういうふうにして12のスパナでしっかりと締めればこのように固定されます。それと配線がこういうふうについている部分ですね。こういったところも緩みがないかを確認します。しっかり締まってますね。しっかり締まっていないと接触不良になってここが発熱したり火花が出たりと結構危ないので、確実に緩みがないように行います。発熱するということはその分エネルギーをロスしている、熱エネルギーに変換してロスしていることになるので、発電効率の面から見ても端子の緩みはないようにした方がいいですね。反対側の端子に関しても各部の緩みを確認します。締まってない場合はしっかりと締めて運用するようにしましょう。では次にバッテリーの劣化具合を見極める方法を解説していきたいと思います。劣化状況を判断するために分かりやすいように3つのバッテリーを用意しました。これはまあまあ使えるバッテリーですね。これはですね、すごく劣化しています。劣化しているバッテリーというのはこの側面を見てください。少し膨らんでいるのが分かりますか？こうやって見ると分かるかな？分かりますかね？若干ここが膨らんでるんですね、こう側面がですね。先ほど少し構造で説明したようにですね、この中には薄い金属の板が入っています。それらが劣化してきて腐食してくるとですね、膨張してくるんですね。それによってケースの外側が膨らんでいるものはあまりよくありません。手で触るとすぐわかるんですけども、見た目でも見えます。ちょっとカメラ越しだと見えづらいかもしれませんが、こういうふうに横が膨らんでいるバッテリーはもう使えないと思った方がいいです。電圧で診断する方法も説明しますが、電圧見てみましょう。普通のバッテリーというのは 12V あたりを示します。これ 1.6V ですね。もう本当劣化しているものを持ってきたのでこんな状態なんですけども、サイドの膨らみがあるかどうかっていうのは見てください。こっちはですね、こう触っても若干あるかなっていう程度ですね。触るとわかると思います。けどこれでも6年、5年ぐらいは経過しているバッテリーですね。で、次に見るのは、これですね、こういう風な粉が吹き出たような跡があるかどうかっていうところですね。これサルフェーションといってちょっと難しくなってくるので説明は割愛しますが、劣化してくるとこの電極の周りに青白っぽい粉が吹いたりします。そういった場合は劣化している証拠ですね。こういったものはできるだけ使わない方がいいですね。このキャップのところに濡れてる跡であったり、白っぽい粉を吹いているようなものがあった場合は、過充電した、履歴があるので、避けた方がいいです。過充電するとこの中の電解液が沸騰するような形でボコボコボコとなります。泡が出てきます。水素なんですけども、それが出てくる状態が長時間になると、こういったところに気硫酸が出てくるわけですね。こういった穴が開いてるんですけども、こういったところから抜けたりすることもあります。そういったものが見られている場合は、劣化しているバッテリーと思っていいので、使えないことの方が多いですね。一応これも電圧見てみましょうか。6V ですね。もう明らかに異常ですね。では次にこのテスターを使った劣化の診断をやっていきたいと思います。テスターで測るときなんですけども、重放電をしていない状態で2時間以上は放置した状態、放電したり充電したりしていない状況ですね。その状況を作り出した上で測定するのが基本です。充電され続けているバッテリーをこういう風にしてみても、バッテリーの
劣化具合はわからないと思ってください。はい、画面に表で今数字を出しています。ですので、これに従って見てもらえばいいかなと思います。基本的に 13V 以上あればですね、ほぼ、いい状態と言っていいと思います。はい、で、12.5 以上は、このソーラー EV 充電システムで使うにしても、欲しいところですね。これが今もう放電をしていなくて、充電もしていなくて1日以上放置している状態での電圧なんですが、12.6V ほどはありますね。これぐらいのバッテリーならソーラー EV 充電システムに使えると判断して良いと思います。逆にですね、この表にもあるように 12V 以下を下回っていくようなバッテリーは、そろそろ交換時期が近づいているというふうに考えてください。11.5V 以下になってくるものは交換をした方がいいです。テスターで測るときには、充電放電をしていない状態、なおかつその充電放電していない状態から2時間以上経過したものをテスターで測って判断して劣化具合を診断してください。この自動車用バッテリーを長持ちさせるためのヒントを解説したいと思います。まずですね、過放電をさせない。これがすごく大切です。ソーラー EV 充電システムでも使い終わった夜の状態の時にはブレーカーを落とすようにしてください。ブレーカーを落とす手順は関連動画に載せておきますので、そちらから参照してもらえばわかると思います。過放電させるとバッテリーの電極にダメージができてしまって蓄電能力が著しく下がります。過放電をさせないというのはすごく大切ですね。チャージコントローラーやインバーターの方がオンになっている場合は待機電力を使います。待機電力を使う状態で一晩過ごして次の日雨だったりすると充電されないことになりますので、徐々に過放電に近づいていってバッテリーにダメージを与えてしまうことになるので、基本的に使わない時はブレーカーを落とすというふうにしてください。そしてもう一つ、その寿命を長持ちさせるためにはですね、大容量の放電を避けてください。基本的に EV 充電は 800W か 10A の 1000W、 その2種類ぐらいまでしか使わないようにしておりますが、他のことで例えば 1500W とかですね、そういったいうふうに使っていくと大容量で放電してしまいます。そうするとバッテリーにもダメージが出てしまいますので、可能な限り使う電気は低く抑える方がバッテリーの寿命は長くなる傾向にあります。それとこの自動車用バッテリーですが、基本的には満充電で使い続けるように設計されています。ソーラー EV 充電システムのチャージコントローラーの方でできるだけ満充電の状態を保つように設定はされていますので、極力曇りの日などは使用せずに晴れの日だけ EV 充電をするというふうにして天気によって使い分けてもいいと思います。晴れの日に EV 充電をして曇りの日にはソーラーパネル発電はしていますので、その日は自動車用バッテリーの満充電の日というふうに設定して使い分けてもいいと思います。このバッテリーを設置する場所ですね、できるだけ日が当たらない場所、暑くならない場所、そういった場所に配置してください。そして通気性がいい場所です。夜と昼の寒暖差が激しいところもバッテリーにとっていい状態とは言えません。基本的に暑くならないようにして運用してあげるっていうのが、寿命を長持ちさせるポイントになります。また通気性がいいと水素ガスも流れていきますので、事故の防止の観点から見ても通気性のいい場所というのが重要です。それとこのフリクションライト法というので発熱履歴を監視するという方法があります。バッテリーが過放電や過充電になると発熱する傾向にあるので、このフリクションライトとマスキングテープを使って発熱したかどうかを監視します。この、原理であったりすることに関しては関連動画がありますので、興味がある方はそちらを見てください。簡単に言うとですね、65度以上になるとこのピンク色が消えてしまいます。はい、で消えているということは65度以上になったという証拠になりますので、一目見るだけで発熱したかどうかが分かるという意味ですね。
で、この発熱している状態のバッテリーというのはもう基本的に危険なので交換するというふうにしてください。今回は自動車用バッテリーの点検の仕方や劣化の判断の方法、あとは長持ちさせるポイントなどを解説しました。オフグリッド発電をするにあたって一番やはりネックになるのが蓄電池の価格です。価格を抑えるためにこういった自動車用バッテリーの廃棄されるものを利用することによって価格が抑えられるメリットがあります。ただもちろん廃棄されるバッテリーというのはあまり寿命が長くはありません。ですので先ほど説明したような点検の仕方や劣化の状態の判断を行って安全に使えるようにして安全に運用が行えるようにしていきましょう。ソーラー EV 充電システムの蓄電池としてこの自動車用バッテリーを使っていますが、ゆくゆくはですね、このソーラー EV 充電システムを応用して洗濯機であったり冷蔵庫、クーラーなどを運用して使うことができる比較的低価格なオフグリッド発電のシステムにも取り掛かりたいと思っています。そういった時にもこの自動車用バッテリーの運用の仕方というのはすごく大切なキーワードになっていきます。この動画が自動車用バッテリーの適切な運用の方法、点検などにつながれば幸いだと思っています。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。